はい、今日も衆議院選挙のお話をいたします。27日が投票日、もう選挙も終盤戦です。熾烈なこの戦いが行われております。で、そういう中で、各メディア、議席予想、これをやってますけれども、ちょっとこれを参考にしながら、どういうその結果になるか予想してみたいと思います。で、それからその結果を受けて、石破政権どうなるのかねということもお話をしたいと思います。で、今日お話しすることはですね、今のこの予想を見ると、自民党はもう過半数割れするんですけど、公明党を合わせた与党も過半数割るんじゃないかと、こういう予測ですね。それから逆に立憲民主党とか国民民主党とか共産党はかなり伸びるだろうということですね。そこでその結果を受けて、もしそのままであれば、予想通りであれば、石破首相の退陣ということもあり得るのかと。今日はこういうテーマでお話をしたいと思います。さあ、そこでですね、まずこの議席の予想をちょっと見てみたいと思います。いくつかのメディア、もうほとんどの新聞社もやってるんですけど、朝日新聞の10月21日のをちょっと見てみたいと思います。で、ここに書いてますけど、選挙前どれぐらいの勢力あったかというと、全体の465のうちの自民党が247議席、公明党が32議席、立憲民主党が98議席、維新が44議席、共産党が10議席、国民民主党は7議席、れいわ新選組は3議席、というような感じで、なってますね。そこで朝日新聞の調査によると、全体の上限下限があるんですけど、この中心子見てみましょうか。200に落ちるというのは47議席減るってことですね。公明党も25に落ちるってことは7議席減る。ところが立憲民主党138っていうんですから40議席増えるということですね。維新があまり振るいませんね。38で6議席減る。共産党は2議席増える。国民民主党3倍に増えちゃう。れいわもすごい伸びですね。こういうのが朝日新聞の推計なんですけども、ここ見ますように、この真ん中の線が過半数に233なんですけど、自民単独ではいきませんと。公明が来ても200と25ですが225ですから233にいかないんですね。だから私が申しましたように与党が過半数割れということはもうかなり現実味を帯びてきてるなということですね。もう一つ調査見てみましょうか。で、これは共同通信なんですね。で、やっぱり200ぐらいしか自民行きません。立憲が非常に増えると。ここは大きな流れなんですけど、ちょっと実際にですね、共同はどういう数字を出してるかというのを私が手元にありますから申し上げると、自民が193ですね。相当減らします。公明が26、立憲民主が153、維新が33、共産が12、国民が22ということで、そのさっきのこの朝日の調査よりもですね、この共同はですね、ここに書いたように、この与党が過半数割れすると。で、立憲民主党、国民民主党、共産党が伸びると。その共同通信は朝日以上に与党が負けて、
野党が伸びると、こういう数字を出しているわけです。でまあその結果どうなるか分かりませんよ。これはもう蓋開けてみないと分かりません。で私の手元に自民党が自らやった調査があります。で結構各政党がやるのは公表しませんけども、かなり正確なところも見てるんですね。で、自民党の調査数字を教えます。自民が224、あんまり負けてないんですね。公明が29、これもあんまり負けてません。立憲民主が147、まあこれ朝日と同じぐらいの数字ですかね。で維新が30、国民が11、共産が11、令和が2ということで、この私が持っている自民党の調査だと、まあ共同とか朝日新聞よりもこの与党はそれほど負けないよという数字が出てるんですけど、これはまだあと何日かありますし、選挙ってのは本当私も何度も経験しましたけど、もう投票箱の蓋が閉まるまで何が起こるか分かんないですから、選挙の前の日に例えば総理大臣が出現したとか、何か大きな事件があったとかいうことで変わることもあるし、当日大雨が降ったとかですね、そういう気候にもよりけりなんですね。ですから軽々にどうなるというような判断はできないと思いますけれども、今お見せしたり、口頭で、自民党の数字も、自民党が調査した数字も申し上げましたけれども、やはり大きなところは与党が過半数割れをすると。そして、立憲民主党、国民民主党、共産党が伸びる。日本維新の会はちょっと議席を減らすんじゃないかなと。これが大まかの予想で、私はそれはあんまり大きな変化はなくて、大体その方向に行くというふうに、思います。さあそこでですね、なぜこういう結果になると予想が出るのかと。もしこのままその結果が予想通りになればですね、自民党が負けるわけですから、大きく議席を減らすわけですし、与党が過半数確保できないわけですから大問題なんですね。で、私はやっぱり一番の問題は政治とお金、特にその裏金、パーティー券収入のキックバック、これがもう本当に大きな問題になった。で、実際に政治活動をやってると、やっぱり政治活動費、政策活動費、必要なものがいっぱいあるんですね。だから何でもかんでも切っちゃえばいいというわけにはいきませんけれども、やっぱり国民感情から見るとけしからんというのが非常に大きいわけですから、だからいわゆるその政治資金収支報告書にきちんと記載しなかった自民党の議員たち、公認されなかった、重複立候補を認められなかった、こういう方々はかなり苦戦をすると思いますね。そして毎日のように新しい調査、私の手元に届きますから見てるんですけども、結構評価が分かれてるんですね。例えばいわゆる裏金議員とそれに対抗する有力な野党議員、ある調査にやるともう野党、例えば立憲民主党とか国民民主党が圧勝するところが、いやそれでも自民党のいわゆる裏金議員と言われてる方が強いよっていうのもあります。だから分かりません。しかしながらそういう結果になった場合に問題は石破政権どうなるかということで、私はですね、やっぱり負け方が大きいと、それは総理総裁の責任だし、あの時点で解散総選挙を決定した総理の責任ですから、責任問題は必ず出てきますね。で、高市さんはじめですね、旧安倍派含めて非常に石破さんに対する反感、批判がありますから、それが噴出する可能性がある。で、そういう意味でですね、これは石破さんは短命内閣に終わるんじゃないかなっていう予想があってもいいと思います。これ分かりません、その時の状況で。しかし
自民公明で過半数を取れないってことは政局運営が難しくなる。そして来年の参議院選挙で同じことを繰り返せば、これは私は大臣として経験したんですけど、ねじれ国会ですよ。衆議院は与党が多かったけど、参議院は野党が多数派だったんです。もう本当に大臣としてこんな難しい国会ない。衆議院で法律通っても参議院で否決される。さあどうするかっていう、もう本当に苦労しましたから、こういうことが起こる可能性があるわけですね。ですから私はそういうことを全部含めた時に、石破さんで次の参議院勝てるのかねと。菅さんが大臣やってた時みたいにねじれ国会になったらどうするんだねと。もうこれはトップを変えないとやっていけないよと。こういうことになる可能性があると思いますんで、選挙の結果をしっかりと見て、そしてまた判断したいと思います。そして皆様方に申し上げたいのは、ぜひ投票に行ってください。私は期日前投票をすでに済ましております。ではまた。